腹減っちゃったね。結構飲んだな。飲みましたね。結構飲んだ。しっかり飲み比べて2、3倍かなと思ったら結構がっつり。それはさておきですけど、この後は何ですか。藤井酒造。藤井酒造さん。ああ、そちらにね。ヤマタノオロチ伝説にちなんだお酒があるらしいです。ヤマタノオロチ伝説。ヤマタノオロチ飲ましたお酒ですか。もしかして。へえ。それだ。またのオロチに飲ませたんですか。そうそう、お酒飲まして戦ったのね。そういう神話みたいなのちょっと聞いたことあるでしょ。それなんか全然ない。全然ないのか。なんかあるだろ、日本人だったら。だって小学校の時なんかありましたよね、ヤマタノオロチのをなんか漫画で学ぶみたいな。ちょっともう仕事してたからそうやな、子役から仕事引きずり回されてたからもう。言い方それだから。合うなあ、うまいわこれ。なんかすごいちょっとやばそうな。すごいの出てきた。いや、美味しいんですけど、美味しい。下手なこと言えない。下手なこと言えない。またなんかいや綺麗だね、なんかかっこいい。うわ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 、すごい。なんか普通に入っちゃっていいですか。なんか良さそうな感じのなんかね。うわすごい。失礼します。うわ綺麗な。かっこいい。お待ちしておりました。と娘さん。ですね、主人が杜氏をしておりまして、今日はちょっと不在にしておりまして大変失礼いたしました。どこ飲みに行ってらっしゃる。ちょっと仕事で、よかった仕事で。今岡真澄と申します。あと主人の母の母でございます。あら、そう、お若い。上手ですね、とても。年下かと思いました。私。大先生、こうやって。ありがとうございます。じゃあ、お嫁さんと。姑さんでやってる。ギクシャクはしてないですね。とりあえずは今日までは仲良い。今日までまた怖いこと言わないでください。怖いな。人間なんてわかんないですからね。早速なんですが、うちはこのお酒だっていうものといえばどれでしょうか。まあもちろんこれでしょうね。出雲富士というお酒を作らさせていただいてまして、この出雲の地で富士山のように愛される日本一のお酒を作りたいという思いで、初代が出雲富士という名前を付けました。なんかおしゃれですね。おしゃれですか。おしゃれですね。ここのなんか作りが。でこれはね、冷蔵庫なんですよ。これ冷蔵庫。はい。すげえ。これ冷蔵庫。冷蔵庫なんですよ。はあ。え。へえ。これちょっと家に欲しいです。なんでだよ。でかすぎる。かっこいい。でかすぎる。それぐらいかっこいい。こんな並べたら。これのちょっとちっちゃいバージョン。確かに1個分ぐらい。1個分ぐらいのやつは欲しいわ。出雲弁で手作りですけんというふうに言わせて、手作りですけん、手作りだからみたいな意味合いがありますけれども、古式も木製のせいろでお米を蒸しまして、山陰地区ですとまだ多分うちだけじゃないかなという、こういう四角い木のせいろ。それもせいろって普通これぐらいじゃないですか。それの巨大なものと思っていただいたら。麹作りも全て手作業でこう香りとか温度とか感じながらお酒作りをしています。あとは一番大きな特徴はお酒を絞る工程になりまして、今大半のお酒が機械で絞られてる会社さんもあるかと思うんですけれども、昔のやり方のこの木の舟といいまして、この四角のでもろみをこの袋に流し入れながら、少しずつ重ねていって、最後重しを乗せてあげて、ゆっくりゆっくり絞るやり方をしておりまして。大変ですよね。重労働。重労働ですよね。そうそう。これは耐えてやってます。耐えてちょっと写真では分かりにくいんですけども、本当に奥が深いので、もうみんなこういう腰なんて腰しちゃうでしょ。そうでもまあそんなにみんな頑張ってますね。すごいな。わあ。いやちょっとなんでしょう。つまみみたいなの嬉しい。大したものではないです。いやいや。なんかなんですか。板わかめでございます。板わかめ。この山陰地方では割とこういろんなところで販売されてまして、お酒のあてにはすごくぴったり、そのまま。うまそう。まずはでもやっぱりそうね。やっぱ
ね飲み旅ですよ。もう飲まなきゃいけない。そうだよな。飲みたい。お腹減ってるから鮭行きたいなと思った。いただきます。今日はそれでも木舟絞りの絞りの出雲富士純米吟醸超辛口という超辛口。超辛口。うわたっぷり。いいですね。おお。うん辛い。うんいい、うまい。すっきりドライなお酒だと思います。ってことはすっきりしてるってことは結構磨いてるってことですね。これは 55% 正解です。すごい。勉強した。成長が。超辛口っていう名前をつけてるんですけれども、そのピリって辛いわっていうよりは、すっきりとさらっと、で食事とすごく相性がいいですので、合わせてって。どうぞ。なのでぜひぜひ。板わかめいきますか。これはもうこのまんま。そのまま。あすごい結構薄い。あれをどうしたらいいですね。おおすごい香り。めちゃくちゃうまい。海の香りがすんごいする。海水浴した後みたいな。さっきからさ中だから悪いのよ。大丈夫。表現が悪い。違う結構飲んじゃった時。バーって奥まで行って波が来た時にわってなった時のやつ。ぐらい磯の香りが。その香りがじゃないのよ。合うなあ、うまいわこれ。あ、よかった。合う。はい。合うよ。本当にこのドライをするためには仕込みのお水が軟水であるというところと、あとやっぱり先ほどご紹介した木舟絞りでゆっくりゆっくり絞りますので、やっぱり口当たりが優しくスッと入るような飲み口になるのかなと思っております。確かに口当たりが優しいってのはわかります。ちなみにね、このそうあ、これをそうめん売りってご存知です？そうめん売り。それをうちのかすでつけたもので、酒かすでつけたものです。本当にこの木舟絞りをすると、その機械のようにはピタッと最後の一滴までギュッとは絞れないので、本当に酒かすもすごくしっとりしていて美味しいんですよ。いただきます。そうめん売り。まず初めて食べるわ。おいしい。うまっ。これはね、私のお友達が毎年つけて。酒かすが。確かにこの酒かす強いですね、アルコールが。そうでしょ。強い、残ってるってことですよね。美味しいこれ。やっぱでも食べ合わせるものによって全然変わりますね、雰囲気も。そうなんですよね。これも酒かすですか。そうです。鮭どうしてずっと鮭食べたかったんですね。最初に鮭行こうとしてるから。どうやって鮭持ってこうかなと思ったら結局最後強引になっちゃった。赤をついてあげた方がいいんじゃないですか。多分それはね、赤が合うかなと。美味しい。じゃあもう一つちょっとお酒ご用意してますのが、山田錦を 50% 精米してます純米吟醸の赤ラベルという商品をちょっとさせていただきます。どうぞ。はい、いただきます。どうぞ。多分鮭に合うと思います。あ、本当ですか。この鮭がもうめちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。ひねはこれもね、私の塩加減だったり、そうなんですよ、お母さんが。違う。めちゃくちゃ美味しいです。酒加減がとんでもなくいい。うまい。うまくできたんですね。美味しい。ちょっと笑えるぐらいうまいな。永遠飲めますよ、多分こいや、れと。いけるわ。日本酒だったら。美味しい。またタイプが多分先ほどのお酒とそこまで辛くない。そうですね。これは辛くないでしょ。そうですね。香りもすごくちょっと華やかなタイプ俺こっで。ち派かもしれない。あ、本当。広がり方がやっぱ違う。純米吟醸赤ラベルはちょっと先日のですねクラマスターというフランスのお酒のコンクールで純米大吟醸の部門になったんですけれども金賞をいただいて。ほらやっぱじゃあそのさ、フランスだ。俺の舌は金賞わかりますよじゃないのよ。ほら金賞当てたよみたいなさ。俺の舌は金賞わかりますよみたいな。まあ僕の中のこの鮭金賞ですけどね。フランスの金賞取ってますよ。フランス鮭部門。鮭部門取ってますよ、金賞。これめちゃくちゃ鮭に合うな。お酒は食事と一緒に飲んでいただきたいと思って作ってる食中酒を目指して食中酒。ただやっぱり杜氏がね、食べるの大好き、飲むの大好き、宴会大好き、もう3拍子揃ってますもん。だから日々横に成長してます。あ、大丈夫ですか。
出会った頃とは違いましたやっぱ。そうですね、日に日に成長してあら裏切ったと思ってると思うんですけど、はい、仕方がないですね。なんかすごいちょっとやばそうなすごいの出てきた。純米大吟醸天野村雲という商品でございます。もう弊社で一番ちょっと高いお酒にはなるんですけど、ね、純米大吟醸として、はい、素晴らしいお米も 35% まで磨いておりまして、ああ、それはもうさぞかしすっきりしてますね、多分これは磨いてたら。ありがとうございます。その一点突破しかないですよ。この天野村雲って名付けた理由が仕込み水っていうのが檜川の伏流水を使用してまして、その檜川が昔このよく氾濫をしてこう地域の方々を苦しめたっていうところで八岐のオロチにこうなぞられていまして、須佐神社という須佐能のことを祀った神社がありまして、まあ、その近くでお米を契約栽培していただいてまして、八岐のオロチの尾から出てきた剣の名前を付けさせてもらって、そうだ、天野村雲という。そうだ。うん。いや違うね。全然。おお。これコメントが止まってない。そうなんですよ。いや美味しいんですよ。美味しい。下手なこと言えない下手なことですよ。ああ、なるほど。めちゃくちゃ言葉選んでますね。ああ、そうですか。まあ、じゃあゆっくりやらんでくだあ、さい。そうですね。ゆっくり。なんかでもそれこそそのさっきの超辛口とかは本当に飲みやすくてこうすっきりしてる感じでしたけど、それと比べるとうん。旨味があってそうそう。口に広がる香りもまた違うし、うんちゃんとこうなんか味が長引く感じはあります。強いですよ。上手すごく。ありがとうございます。褒められた。あ、いいな。それ欲しいな俺も。これこそ僕は本当に正直に言うんですけど、食事と合うなっていう気がします。食事によって味がどんどん変わってくるなみたいなはします。正解だと思います。どちらも正解。大丈夫どちらも正解。うん。すごい褒めていただいてどうしよう。何かあげるものないの？あなた何かないの？今ちょっとこの関係性が見えた感じがね。早く持ってきなさい。そうそうそうさあというわけでございまして、今後こう藤井酒造さんはどんなお酒を作っていくというか、そんなのってあるんですか？そうですね。まずはですね、本当にこの出雲の地で皆さんに愛してもらえるように、本当に今一家に一本出雲富士というのを目指してまして、なるほど。まずはこう出雲の地で皆さんに愛していただいて、全国の皆さんにもこう飲んでいただいて、また世界中の皆さんにもこう出雲富士を知ってもらえたら嬉しいですね。どんどん欲が出てますね。最終的に世界中のって言ってしまう。一本出雲出雲富士ということで、皆さんぜひ飲んでください。本当に我々もこっち側になってますけど、ぜひありがとうございます。お願いします。はい。わあすごい。美味しい。ああこれ俺こうやって止めながら出す。